こんにちは。こんにちは。今回は、やっと出会えた人が付き合ううちに表変&振られてどん底に、3年の復縁活動の後、100% 溺愛される設定したら、新たな彼からプロポーズされ交際スタートです。わーい。せーの。おめでとうございます。今回の長いタイトルからもお分かりの通り、盛りだくさんなご報告です。はい。これまでセフレだ、三股だ経験してやっといい彼氏ができたと思ったら表変され、などなどの紆余曲折してきた方の体験談です。そうですね。見応えありますから早速行きましょうか。はい、ではスタート。はい。ご報告者さんは B さん、30代の方です。2016年から2017年、セフレや三股する男性と付き合う。2018年、9歳年下の男性から告白されてお付き合い。2年が経つ頃から彼の態度が変わり振られる。2020年、ホミレンに出会う。2022年、3年近く復縁活動を行ってきたけれど、それに終止符を打つと新たな彼が出現。プロポーズされて結婚前提のお付き合い開始。はい、なるほど。B さんは男運があまり良くない感じだったのかな？というより、なんていうのかな、めぐるの感想ですけど、当時の B さんは自分にとって不都合な思考を引っ張り出しては、あたかもそれが事実かのように握りしめて離さないみたいな感じだったんじゃないかなと思うんですよね。どんな感じだったんだろうね。B さんはどの出会いもマッチングアプリで知り合ってますよね。はい、そうです。2016年、マッチングした彼と何度か食事に行き、意気投合した流れからお付き合いが始まる前に体の関係に。もやもやした気持ちをはっきりさせようとお付き合いしたいと気持ちを伝えると、彼女を作るつもりはないけど、彼氏ってことにしておいてもいいよと笑われます。そこで目が覚めればよかったのに、自己評価が低い私は、体の関係だけでもいいからつながっていたいと思い、その後会い続けました。彼女にはなれない。彼にとってただ都合のいい女という認識通りの現実となり、彼の仕事が多忙になったのを理由に会えなくなりました。はい、これがセフレの人か。自己評価が低いっておっしゃってるけど、でも私は B さんの気持ちわかりますよね。そういう時ってしょうもない人だと分かっていても、この人を逃したら後がないみたいな気持ちも働くんですよね。なるほど。次の人はこんな人でした。2017年、同い年の見た目ドタイプな男性と出会い、何度か食事をし、彼の家にも遊びに行く仲になりました。私をどのように思っているのか聞いてみたところ、今は彼女はいらない、付き合う余裕がないと言われます。またダメか、私は魅力がないんだなぁと自分責めが始まります。ある日珍しく彼から誘われて彼の家で会うことになりましたが、8時間以上待たされ、泥酔した彼が帰宅。私の姿を見ると、あっと思い出したようで、それを見たときに、こんな適当な男を好きになっていた自分が情けなくなり、粗末に扱われたショックで失望しました。その後、彼は黙って引っ越しをし、完全に音信不通になりました。後に風の噂で三股していたことが発覚しました。三股。いやー、これは結構きつい恋愛をしてきたんだね。粗末に扱われたっていうのがこちらにまで伝わるようなことがあったんだね。ひっぱたくぐらいしたらいいのにねと思っちゃいますけどね。自分には釣り合わなさすぎるって振っていいぐらいかなと、B さんに会うのは100万年早いって、言ってやりたいぐらいですけどね。いやそうだよね。でもさ、好きになっちゃうとこうなっちゃうような時期もあるんですよね。で、この後にちゃんとお付き合いができたんですね。はい。
2018年に9歳年下の彼から告白されてお付き合いが始まりました。いや、よかったね。彼女になれないことに悩んでたんだもんね。そうそう。でも、彼は話も上手で、毎日 LINE をしたり、私の知らない趣味や場所を教えてくれるなど、とても刺激的で楽しい日々でした。ただ、私は大切にされない悲しい恋愛経験が続き、ネガティブ思考マックスになっていたので、こんな私でも好きになってくれる人がいるんだ、と思っていました。でも楽しい彼と一緒に過ごすうちにいつしか彼と結婚できたら幸せだなと思うようになりました。しかし、こんな楽しい日々はそんなに都合よく続くわけがない。彼と結婚できなかったら人生が終わってしまうというエゴも出続けました。次第に会えない時間が不安でたまらなくなり、どうせ彼も過去の男性と一緒、私の元から離れていくんだと、気分が落ち込む思考ばかりするようになっていきました。付き合って2年が経つ頃から彼の態度がだんだん変わっていきました。高額なものを欲しがるようになったり、理不尽なわがままを言うようになったのです。そして楽しい思い出になるはずの夏休み旅行から帰ってきた次の日に LINE で、もう会いたくない、結婚する気もない、別れようと急に振られました。その後話し合いをしたいとお願いするも、もう会いたくない、付き合いを続ける気持ちはないと言われてしまいました。いやー、これはしんどいね。最初うまくいってたのにね。だけど B さん、どうせ私の元から離れていくだろうとか、こんな楽しいことがずっと続くはずないとか、ベースにそういう思いがあった感じだね。そうなんですよね。もちろん B さんも今は自覚しているからこうして報告できるわけですけれど、当時はそうやってうまくいかない自分に断固居座っているというのは、なかなか見えにくかったかもしれないですよね。そうですね。B さんは褒め恋を知ってくれたのはいつ頃でしたか？2019年、バキさんとめぐるさん、イルルさんの対談の動画を見たとおっしゃっているんですけれども、このチャンネルが始まったのは2020年の1月なんですね。でもいずれにしてもですね、相当初期から見ていただいたのは間違いがないと思います。はい、すごいね。ありがたいですね。B さんのお気に入りの褒め恋の動画は何かあるんですか？はい。ですね、まずはお気に入り3つ一気にご紹介します。愛のフライ返しメソッド。嫌なことをひっくり返せばありがとうだけが残る。実は好きになったら 100% 相手も私を好き？その思考、エゴ。全部好かれてるに置き換え。まさに好きになったら 100% 相手も私を好きっていう動画は前回リメイクしたばかりですよね。はい。新しいバージョンもぜひどうぞ。はい。あと B さん、この2つの動画を特にリピート再生したそうです。エゴです、エゴです、エゴです。内へ、内へ、内へ、自分をとことん許す。この2つの動画は何回もリピート再生しましたとおっしゃってますね。はい。エゴが出てきた時の動画関連かな？そうですね。B さん、エゴと一体化する時期が長かったそうなんですね。私はエゴを知らなかった時は不安になるのも辛い思いをするのも自分を守ってくれる日々危ない橋を渡らないように守る心の中のライフセーバーのようなありがたい存在だと思って感謝していました。褒め恋を通してエゴの存在を知った今はなんだと拍子抜けしました。エゴはネガティブが好物でエンドレスにああなったらどうしよう、こうなったらどうしようと気分を曇らせる妄想を次々と生み出すので逆に分かりやすいやつだなぁと思いました。ネガティブモードになった時はエゴのお出まし。でもエゴには何の効力もないし、もう一体化しないから大丈夫と切り離して考えられるようになりました。特に私にとって強かったエゴは復縁したい彼と別れてからも会える人が羨ましい。SNS や知人情報から彼が今どんな状況か分かる人が羨ましいでした。その時に何度もリピート再生したのがエゴです、エゴです、エゴですと内へ内へ内へ自分をとことん許すの動画でした。
エゴが出てくるたびにエゴですと思うようにし、誰もいない部屋では声に出して言っていました。効果抜群でした。ぐちゃぐちゃな感情もネガティブな感情も人間なら出てきます。復縁したいのにできてない、悔しい。ラブラブなんて感情忘れちゃったよ。クリスマスに一人ぼっちは寂しいよ。以前と違うのは、こうしてネガティブに浸っていても、感情がネガティブに暴走することはなくなり、エゴが騒いでいるから復縁に向かって前進している証拠だな、とエゴに左右されなくなったところです。めぐるさんも動画でおっしゃっていましたが、感情はただの反応なので大きな力はありません。何を思ったって私の世界では許されるし、別に大したことはないと新しい思い込みができたのでしょう。今もその思い込みは採用しています。すごいな、B さん。エゴに対してそこまで自分なりに対応できるようになったなんてもう無敵じゃん。無敵ですよ。エゴって出るものなので、出ないようにするにはどうしたらいいかとか、そういう方向に行くのではなくて、エゴは出たらそれに気づいて、はい、終わりっていう感じなんですね。ただやり過ごす、いちいち関わらない。もうそれしかすることがないんですよ。B さんもこれはエゴだってちゃんと気づいてますよね。はい。気づいた後に B さんの場合は、エゴが騒いでいるから復縁に向かって前進している証拠だな、みたいに、ご自分に都合よく解釈していると思いますけど、このあたりは人それぞれというかお好みでって感じたんですね。エゴに気づくってこと自体ができないことも多いですからね。まず気づくって感じですかね。そうですね。B さん、2年近くお付き合いした人とお別れして、その人と復縁したかったんだよね。それは結局どうなったの？はい。復縁活動に励んでたんです。復縁工作員に多額のお金を払い、復縁関係のセミナーやコミュニティにもたくさん参加しました。今思うと私の場合、復縁を困難な目標と決めつけ、それに向けて頑張っている自分がモチベーションになっていたんです。でも現実が進展しない歯がゆさに怒りを感じたんです。どうして実現しないのと思うと同時に、復縁したい彼への不満が次々と出てきたのです。自分の本音としてはすごく我慢していたのに、復縁したい彼を溺愛しすぎて美化してそのことに蓋をしていたんですね。彼への不満を素直に認められたとき、それでも復縁したいと自分に聞いてみました。すると実はそこまで復縁を望んでいたわけではなかったことが分かったのです。不満や我慢をすべてさらけ出したせいか、3年間も頑張ったのに何のために復縁を頑張ってきたのというエゴが出てこなかったんです。なんだ私の答えって復縁じゃなかったのかとしっくりきたことを覚えています。その後今の彼に出会うのです。なんかさ、本音に蓋をする感覚ってわかるよね。渦中にいるときは、不満があることも我慢してることも無理してないつもりなんだけど、実はすごい無理してたみたいなことって後から気づくんだよね。でもそれに気づいたことも新しい出会いを引き寄せる大きなきっかけになったんだろうね。そうなんですよ。まさにその頃アニメ鑑賞にはまります。もともとアニメが好きだったので、寝る間も惜しんで没頭して見ていました。アニメのキャラクターに恋をしたり、話題作をコンプリートする達成感で徐々に心が満たされていきました。復縁活動を始めてから恋活は全く興味がなくなっていたのですが、久しぶりに出会いを探してみるかとマッチングアプリに登録してみました。男性受けを全く意識せず、好きなアニメのことばかり書いた正直なプロフィールを作成しました。投稿してみてびっくりしたのが男性からいただくいいねの件数です。大変ありがたいことに3日で100件いいねをいただきました。自分責めばかりしていた私がメレンさんの動画に出会い、学びながら自分と向き合った結果が少し見えた気がしました。何名かとマッチングはしましたが、積極的にメッセージを送ってくれて、最後まで楽しく話が続き、実際に会ってみたいと思ったのは今の彼だけでした。
お互い好きなアニメや好きなことも共通しているので、今考えればアニメを見ていたことも意味がありました。後日彼から正式にプロポーズを受け、交際スタートです。おー、すごい。もう等身大の自分でいいやっていう感じだったんだろうね。はい。大きく見せる必要もないっていうか、それってすごいことなんだよね。はい。何はともあれ B さん、はい。おめでとうございます。はい。B さん、ホメレンにメッセージをくれましたよね。はい。読み上げますね。これまで見ていただいた通り、私はセフレ三股の末、30代の後半で大好きだった彼に一方的に振られ、どん底を味わいました。ホメレンさんの動画に出会い、エゴの存在を知り、動画でたくさん背中を押してもらいました。エゴと一体化していた自分ですら肯定し、ひがんだり悔しがったり、心がカサカサな自分ですら、そのまま素直に受け入れることができたとき、年下イケメンに告白されて、この度お付き合いすることになりました。今辛い人はたくさん悲しんで泣いてください。辛かった分、あなたがつかむ幸せは大きいです。復縁した人、恋愛成就した人を素直に喜べなくたっていい。そんな自分も正解です。自分の恋愛は難しい。自分のケースは特殊だって思っている方は、そんな困難ですら逆転できる力を持った選ばれた人です。辛い思いをした分、自分を幸せにする方法を本当は潜在意識では分かっています。私の場合、もしかしたら復縁が幸せではないのかも、と疑い出してから早かった気がします。誤解のないように付け加えておきますが、復縁を否定しているわけではないです。私だって復縁したくてずっと頑張ってきたのですから。私の場合は復縁ではなかったというだけです。それから自分を溺愛すると、周りや異性からも溺愛されるんだということがよくわかりました。仕事の人間関係で両親に相談したとき、葉っぱをかけて応援するタイプだったはずなのに、これからは無理をしないでいいんだよ。今まで頑張ってきたのだからと言われて、驚愕したときに気づきました。その頃から周りの人からも、B さんはいつも相手のことを考えて丁寧に接してくれるねと言われるようになったのです。自分を溺愛した結果、こういうことが起きたのだと感じました。今の彼も私が大切にしているものや思いを自分のもののように大切にしてくれます。自分責めをやめ、自分を丁寧に扱うことを徹底していたら、周りから大切にされる私になっていました。意地悪な人も時折見かけますが、そういう人は私の世界には全く影響しないからと思うと、自然と距離を置ける環境やきっかけが用意されます。不思議な世界です。めぐるさん、いるるさんには絶対に報告するんだと決めた思いも叶いました。今の私の夢は自分の幸せを自分でつかめる女性を増やすことです。いつもどんな時も見放さず、共に歩んでくださったお二人へ、これからもずっとファンでいさせてください。そして共に励まし合えた優しい視聴者様へ、心から感謝申し上げます。ありがとうございます。いつも思いますけど、ご報告してくださる方のメッセージって、その人が体験してきたその人しか伝えられないリアルな声なんだよね。だから心に響くんだろうね。そうですね。もう誰かの受け売りじゃない、自分の言葉で語るというのはとんでもなく大きな力を持っていると思います。B さんのメッセージでめぐるが印象的だったのは、自分責めをやめ、自分を丁寧に扱うことを徹底していたら、周りから大切にされる私になっていましたという部分ですね。もうさ、一生付き合っていく自分と自分なりに仲良くやっていくしかないんだから、いがみ合うより協力し合う。どんな時も自分だけは味方だと思えたら、それ以上最強な生き方ってないと思うんだよね。本当にそうですね。自分を認めてくれるのが彼だったりするのも幸せなことですけど、
その前にまず自分を認めるっていうのがあると、結果として彼ともお互いに認め合った良好な関係も築けそうですよね。ほんとそう思います。今回の報告動画もヒントが多かったはずです。というわけで今回はこの辺で、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。スーパーサンクスもいただいてます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。